シマン。皆さんこんにちは。大江一家のルワンダ記録チャンネルのママイマンです。今日はですね、パパイマンと私が今もう一緒に暮らし始めて3年くらいかな経ってるんですけど、その3年間で、いろんなお家を引っ越してこう回って今のお家にたどり着いたんですが、そのお家事情みたいなのをお話ししていけたらなと思っています。最後に今住んでいるお家もですね、少しお見せできたらなと思っていますので、最後までご覧ください。まずですね、パパイマンと私がもともと出会ったのは、2016年ぐらいなので、もう5年以上経ってるんですね。もともとダンスをお互いにやっていたので、それで知り合って友達としてずっと付き合っていました。その後2018年に一緒に暮らすことになりました。その前にねちゃんとお付き合いして、2018年から一緒に住もうっていうことになりました。で、そこからですね、そこのお家はもうずっと一緒に、暮らし始めてから住んでいるお家から、2軒目3軒目12345今5つ目のお家なんですけど、もうだから5回4回も引っ越しをしているんですね。ルワンダだと結構引っ越すっていうのがそんなに日本ほどハードルが高くなくって、お家借りたりするのも大家さんと交渉して、それで良ければ最初の数ヶ月分を支払ってみたいな感じで、引っ越す時もそこまでの手続きが必要ではないので、簡単に引っ越しができるっていうことと、いろいろ住んでみてここちょっと微妙だなみたいな部分とか、次にもうちょっとこういうところに住みたいみたいな希望がねこう出てきたら、新しいところを探して、引っ越すみたいなことが結構ルワンダあってですね、私たちも最初に住んでいるところから地域自体はもう全然変わってないんですけど、その地域の中で5つもの家にどんどん引っ越していくということを今までしてきました。1軒目は、本当に私たちも、付き合い始めて、そんなに長くは経ってなかったのかな。なので、2人がとりあえず住めて生活できればいいかなっていうことでお家を探しました。そこのお家っていうのは簡単に言うと飲み屋さん、バーですね。地元の飲み屋さんの裏に、ある、アパートっていうか貸し出してるお部屋があったので、そこを借りて住みました。そこの良かったところは、価格がとってもリーズナブルだったっていうところと、メイン道路にすごく近かったのでアクセスいろんなところに行きやすいっていうのもあって、そこにしました。お部屋は2部屋かな、リビングみたいな大きい部屋が1つあって、もう1つ、寝室にした、小さいお部屋があるっていう感じで、あとは、トイレとお風呂みたいなところが、一緒になったところがありました。でルワンダは基本的にお金持ちの人のお家とかそういうのを除いて、キッチンっていうのが、お家に併設されていないっていうのが結構あって、水回りもあんまり家の中にないっていうところが多いんですね。で私たちも最初のお家はですね、キッチンっていうのがやっぱり部屋の中になくって、通路みたいなところがちょっと幅があったので、そこに机かなを置いて、そうですね、台みたいなのを置いて、そこにガスとかを設置して料理するっていう場所を作りました。でここのお家はですね、飲み屋さんの後ろでどうなんだろうっていうところあると思うんですけど、私たち
ダンスをやっていたので、飲み屋さんとかだとかなりね音楽とかガン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 夜遅くまでかかってるんですけど、あんまり音楽がこううるさくても気にならないっていうところがあったので、そこは大丈夫なところだったっていうところと、いつでもその宮さんで出している、フライドポテトとか、ブロシェットっていう肉の串焼きみたいなのを注文できて、できたら運んできてくれるみたいなところがあって、そこはねすごく良かったっていうところでした。で、そこから次に引っ越す時なんですけど、そこはどれぐらいだったかな、多分半年もそこは住んで多分ないですね。で、何がダメだったかっていうと、すごい断水するところだったんですよね。メイン道路の近くなんですけど、よく水が本当に来ないっていうのがあったんですね。で、なかなかそれが大変だったっていうのもあって、次のところに引っ越すことを決めました。次のところのお家ですね。ここはもうその1軒目から、もう本当に多分5分ぐらいかなぐらいのところですごい近くのところだったんですけども、メイン道路よりは、ちょっと離れていく形のところにお家を見つけました。で、そこは1軒目のところよりもかなり敷地がね大きくって、本当に一軒家みたいなお家でした。で、さっきも言ったんですけど、メイン道路からかなり離れていって、少し、丘をこう下っていったところだったので、アクセスがねそんなに良くないっていうこともあって、ちょっと安く借りることができたので、そこに決めました。リビング大きな部屋と、2つ部屋があったのかな、2つ部屋があって、でもう一つ本当に小さいスペースっていうのがあったので、そこをキッチンみたいな場所にして、机と、ガスとかいろんなもの、水とかをストックしたりとかして、そこで、料理をしていた形でした。で、ここは、気に入ってはいたんですが、お風呂とトイレがそこは外に建てられてたんですよね。だったので、毎回、外って言ってもその塀の中なので、誰かがね外に出て見られるっていうことではないんですけど、お家を1回出てトイレにも行かなきゃいけないし、お風呂にも入らなきゃいけないっていう状況でした。で、私はもともと青年海外協力隊っていうボランティアで2年とあと1年トータル3年間ルワンダで暮らしていたっていう経験があったので、結構かなり地方で暮らしていたこともあって、そういう生活も割と大丈夫ではあったんですけど、その毎回、夜とかも夜中に起きてトイレ行きたいって言ってた時も、外に出て行かなきゃいけないとか、我慢するっていうことがあったりとかして、そこはちょっと不便でしたね。で、水もあれですよね、水道が家の中にないんですよね。なので家の中で例えば手洗ったりとか水が必要な時にお家の中に水が通ってくる場所っていうのがないので、外に、蛇口がありました。だったので、全部水を使いたい時には、家の、外に出なきゃいけないっていうことがありました。大家さんもすごくいい人でしたし、場所もね、慣れてきていいかなって思ってたんですが、最初に言ったアクセスがあんまり良くないっていうところで、メイン道路からちょっと土の道みたいなところに入っていって、でさらにそこを下っていってちょっと険しい道を通っていかないといけないみたいな道だったんですよね。だったのでそのアクセスがちょっと悪いっていうところと、治安もねそこの地域はあんまり良くないって言われていて、やっぱりここはちょっと他のいいところが見つかったら引っ越したいなっていうところがあって、次の引っ越しを決めました。3つ目のお家は、そこからもう結構違うエリアですね。同じ地域の大きい地域としては同じ地域なんですけど、そこから違うもうちょっとエリアで探そうっていうことになりました。で、そこはもうちょっとね今度はね山の上に見つけたんですよね、お家を。そこはお家はね本当によくって綺麗なお家でしたし、お風呂トイレも家にあっ
で、キッチンは外だったんですけど、外にちゃんとした個室みたいなのがあって、そこにキッチンを作れる部屋があったので、それもね全然 OK かなっていうところで、家に関してはかなり良かったですね。水もタンクね、貯水タンクがあったので、水が来ない時もあったんですけど、そこに水を貯められるので、常にそれが切れない限りは使えるっていうこともあって、生活はすごく充実したお家でした。そこはだからもう1年ぐらい住んだのかな。結構多分長かったと思います。一つは、電波が悪い。ちょっとね家の外に出て下に下がっていくとやっとね電波がねいい感じのところにたどり着くっていうのがあったんですけど、そのお家の中にいる限りは基本的にネットワークが良くないっていうのがあって、何かダウンロードしたい時とか SNS とかもちょっと悪かったと思います。あんまり見れない感じだったと思います。だからねそこのお家に住んでた時は家にいる時あんまりSNS とか見れなかった覚えありますね。でそれもあったのと、道自体は舗装された道近いんですけど、山の上なので、そこをどんどん上がっていって、すごい傾斜がねあって、そこを登っていってやっとたどり着けるみたいなお家だったんですよね。普通の時は全然いい運動だなくらいでやってたんですけれども、そこに住んでる途中でアイマンを妊娠して分かった地域だったんですね。なので、最初はね良かったんですけど、どんどんお腹が大きくなるにつれて、これちょっとしんどいなって、もうこれ登っていくの大変だって思って、パワーイマンと相談して、じゃあちょっと生まれる前に早めにね、新しいお家を探そうっていうことになりました。で4軒目、今のお家の1個前ですねのお家、ここもねもう1年ぐらい住みましたね。アイマンが生まれるちょっと前から生まれて丸1年ぐらいかな、そこに住んでいました。でここはまたちょっと違うエリアに引っ越したんですけど、アクセスもねメイン道路からも結構近かったですし、お家もねキッチンは外にあるっていう感じのお家ですね。で外にあって、トイレお風呂はもうねこの時くらいからもう絶対やっぱり慣れてきちゃったんで、家の中にないとやっぱりちょっと厳しいなって、やっぱ妊娠してることもあったし、これからね子供も生まれるっていうのもあって、衛生面もあって、そこは必須の条件として、考えるようになったので、そこももちろんお家の中にありましたし、特に問題なんかあったかな。治安もそんなに悪いっていう感じはなかったし、メイン通りからも近かったんで、そこメイン通りまで出てって仕事に行けるっていう状況がありました。でそこは1年ぐらい経って、アイマンも産んで、1年ねアイマンそこで育てて、でちょっともう1年ぐらい経ってきて、もう1年もね同じ家に住むっていうのがなんか不思議な感じぐらいになってくるんですよね、ルワンダに住んでると。でそろそろなんか違う家いいところないからみたいな話になってきて、その一つの理由に、アイマンが大きくなってきて、お家の敷地がそこまで広くなくって、外に出るとあんまり遊べるスペースがないっていうのがあったんですね。でその時コロナでルワンダはロックダウンになってしまってたので、ほぼ外にアイマンを連れて行けるっていう状況ではなかったんですよね。少なくともね、なんかお家のお庭とかもうちょっとね敷地が広いところで自由に走ったりとか走り回れるところがいいかなっていうのを思って、じゃあちょっと探そうかっていう風になりました。今住んで多分半年ぐらいかな、ちょうど半年ぐらい今経ちます。このうちはね、結構気に入っていて、パパイマンがねすっごく気に入っていて、家がとにかく大きいっていう点ですね。作りは昔からのならではの建物で、古い感じするんですけど、リビングがすごく結構広くって、もうそこでねアイマンがかなり遊べるっていうのと、お部屋も3部屋あるし、キッチンがもうちゃんとあるんですよね。今までのお家っていうのはキッチンって言ってもただの部屋で、そこに自分がキッチンを作っていくみたいな流れだったんですよね。ここのお家はもともとキッ
キッチンの棚だったりとか洗うところとかももうついていたし、まずねその水場があるっていうのが本当にありがたくって、食器を洗う時はもう本当に桶の中に食器を入れてそこで洗うみたいなことをやっていたので、このお家になって家の中にね本当にキッチンという風に呼べるものがあるっていうのは本当に嬉しいところでしたね。パパ今もすっごく気に入ってますし、アイマもねすごい遊んで走り回れる環境でとってもいい感じで、今半年ぐらいこのお家に住んでいます。はい、イエーイ。皆さんこんにちは。今からこんにちは。今からお家を紹介していきたいと思います。Evan, tujuh kurewa monzu. Sophie, tujuh kurewa monzu yaju. Subjo. ここがですね、お家の扉になります。敷地の最初の扉ですね。ここから入ってお家になります。ここが大江家になります。ルワンダのお家はですね、ちょっと変わったところというか日本と少し違うところが、いくつかあって、お家の、入り口出口みたいな扉がですねたくさんあるんですよね。でこのうちも、今見えているメインの扉ですね。この扉で、この他に外につながっている扉っていうのが3つあります。なので合計で4つお家の中に入る扉が玄関かな、があります。ちょっとじゃあねその部屋っていうのを見てみましょう。ここがまず1つ目の扉ですよね。でここ裏に行きます。シャフィがね紹介してくれますね。ここですね。ここは洗濯物干し場になります。そしてこの裏ですね、ここにまず1つ目の裏口があります。ここですね。ここそんなに使わないんですけど、この扉はリビングにつながっている扉となります。ここが一つの裏口になるんですが、じゃあもう一度正面の方に戻りますね。ここは家の正面ですよね。ここから大きな扉があるんですけど、ここは普段はそんなに開けないですね。ここも、リビングにつながってます。でちなみにここ今車庫になってます。でうち車は持っていないので、ここをちょっと鏡をつけてダンススタジオみたいな感じにして使ってます。ちょっと今ねこの前使ったばっかりでかなり汚いんですが、ここに鏡があってダンススタジオみたいな感じになっています。そしてこっち側の逆の裏口行きますね。ここに貯水タンクが大きいのついてるので、断水になっても水が、ここに溜められて使えるようになっています。ここがキッチンにつながる、もう一つの裏口、裏口なんですけど、ここがね結構メインで家族は通る、入り口になっています。でここがキッチンですよね。こういう食器棚とかそうですね、この上にもね食器棚ついてますし、これちょっと今洗い物がたくさんあって申し訳ないんですけど、こういう、洗い場がもともとついています。でここにも、蛇口がねついてるので、ここからもう直接水が出てくるので、ここで食器を洗えるっていう形になっています。で、料理するところはガスをこういう風につけて、あとはねガスをくっつけて使っています。チャパティ作ってますね。ここの扉は食べ物のストックみたいな感じで、あんまりストックしてるものないんですけど、お米とかもう25キロをいっぺんに買ってストックしていたりとか、カウンガっていう、メイズの粉を買ってストックしてたりとかする場所になります。物置みたいになっちゃってますね、ちょっとね。じゃあリビングのところに向かっていきます。ここがね、リビングになります。今までも動画で見たことあると思うんですが、かなりこのリビング広いリビングとなっています。ちょっと最近大きい
ソファーを買ったのでだいぶ前と雰囲気が違うと思うんですけど、かなりね広いリビングとなっています。ここ前使っていた椅子と、アイマンとかシャフィが遊ぶおもちゃとかを置いています。日本だとリビングに直接外からつながる出口とか入り口があるっていうのはあんまりないと思うんですけど、ルワンダは結構、裏口の他につながっている入り口っていうのはかなりリビングについていることが多いですね。なのでお客さんとかはそこから入って、家に住んでいる家族とかは裏口から入るみたいな感じになっています。なのでそこはね結構面白いですよね。リビングを出るとこんな感じでかなり長い通路があります。でアイマンもここをめちゃくちゃ駆け回って自由に走り回っているんですけど、ここはねトイレですね。1つ、うちトイレ2つあるんですけど、1つは、一緒に住んでる J が使っているところで、もう1つは、私たちの寝室につながっているトイレがあります。でここのお部屋は、アイマンが寝たりとか、ですね、J が寝てる部屋です。ここが、オフィスみたいな感じで、私が仕事で使ったり J がね仕事とかパパアイマンが仕事で使ったりしているお部屋になります。ここの机に座って作業したりとかしてますね。ここもね、十分な広さかなっていう感じです。廊下にも収納ができる、戸棚があってすごく便利ですよね。でここも本当に狭い部屋なんですけど、部屋っていうか、靴をね収納したりとか、ちょっと昔使ってたマットレスとかがここに入ってたりとか、雨が降った時にここに入れたりとかしてます。今ね物置みたいな感じになってます。そして最後一番奥、これが私たちの、寝室になります。でこの横にトイレがもう1個あって、こんな感じになってます。もうこれもね最初のトイレに比べたらもう本当に神様みたいなトイレなんですよね。浴槽があってシャワーもねついていて、今まではお湯が出るシャワーっていうのは使ったことなかったんですけど、ここは、直接お湯が出てくる形になっています。でトイレも模様式ですね。で水もねここもちろん出ます。でこの一番奥の部屋の裏に最後のね出口があるって感じで、ここからもね後ろ裏に出ていける形になっています。洗濯干せるところにつながってます。そうですね、こんな感じでさっきのねあそこの扉につながっていきます。でここから回っていくとさっきのねキッチンの方にたどり着く形となっています。ここはゴミ置き場ですね。回っていくとこっちですね。一緒に通った道、もうぐるぐる回ってどんな感じか分かんなくなってますけど、ここにたどり着くとキッチンという感じになっています。皆さんいかがだったでしょうか。今紹介したのが私たち大江家が住んでいるルワンダのお家でした。ちょっとねルワンダに住んでかなり長くなっちゃって、日本と違うところっていうのが分からなくなって麻痺しちゃってきてるんですけど、多分ね皆さんからしたらあれこんなとこ全然違う日本とみたいなところがたくさんあるのかなと思います。もしよかったら、コメントでいろんなね質問だったりとか意見聞かせてもらえたら嬉しいです。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それではまた次の動画で。バイ。アイマンバイはバイイエーイバイ。またね。